はい、どうも、ボタニカリスティクスです。フィカス紹介やっていきたいと思います。今日はね、フィカスルビキノーサユキですね。はい。ここにいるんですけどね。これね、この間、宇都宮のイベント、主催で行ってきたんですよ。で、例によってね、僕が行くイベントなんでね、はい。お分かりの通りですね。フィカスのないイベント、なんでお前、フィカス専門チャンネルやってんのに、そんなイベント行くんだって思う人たちたくさんいると思うんですけど、はい。フィカスありませんでした、みたいな。いやいや、お前、最初からないとこ行ってるじゃん、みたいな。で、そう言われたらその通りなんですけど、で、行ってね、フィカスはね、なかったんですよ。厳密にはね、ありましたよ。ベンジャミン・スターライトちゃんと置いてありました。でもね、それだけ。インドボダイジュのね、なんか盆栽仕立てのいいやつもありましたけどね。で、結局、イベントの会場とは関係ないところで、この雪に会えたんで、連れて帰ってきたという。で、イベント行ってきました動画でもちょっと話したんですけど、これ、すごく良かったんで、すぐ紹介動画やりますっていうことでね、勢いで今、これを撮ってるわけなんですけどね。今回ね、出会えたね、雪がね、またね、いいんですよね。で、葉っぱはね、クローズアップした動画事前に撮ったやつと後でこれ挿入しますけど、ちょっとチラッと見て、この風、このアルテシマみたいな感じのこの風ね、この入り方とか、いいでしょう。で、もともとフィカス・ルビキノーサ、フランスゴムね、フランスゴムの斑入り、バリエガータみたいな名前で出てたりとかする斑入りってあるじゃないですか。それがフランスゴムの普通の斑入り。で、その普通の斑入りはもっとこう、白と緑のモザイク調のね、符なんだけど、これ全然違うタイプの符の入り方してるんだよね。この符の入り方も、もちろん良いんだけど、これね、この曲がり、こういうのがちゃんとあるんだよね。これ、ちゃんと S 字の曲がりの。この仕立てがさ、すごいいいよね。フランスゴムユキって、登録品種なんだけど、ここにね、札もついててね、これ、オグラエンさんっていうとこが作ってるんですよ。このね、オグラエンさん、僕ね、フランスゴムユキじゃなくてね、ベンジャミンのゴールドエースっていう品種で、僕ね、オグラエンさん知ったんですけど、僕ね、ベンジャミン、そこまでね、そんなに、当時まだそんなでもなかった時代に、初めてベンジャミンがいいなって思ったのがゴールドエースだったんですよ。これはいいって思って、感激したんですよね。それで、オグラエンさんっていうとこが作ってるっていうのを知って、で、さらにこのユキもオグラエンさんだっていうのを知って、なんかね、僕ね、オグラエンさんのセンスね、好きみたいで、なんか、ちょっと相性いいみたいです。このね、オグラエンさんのね、この札をね、見ると、僕みたいな人へのね、これ配慮なのかな、なんかすごくありがたいと思うのが、このユキって YUKI って書いてあるの。これすごい嬉しいんだよね。で、それ何なのかっていうと、例えばさ、インスタでこう紹介するときとも、海外の人とかにわかるようにね、ちゃんとローマ字表記とか、英語で書くじゃん。で、書こうとするんだけど、本当にカタカナしかわからないような品種って、なんて書いたらいいかわからないの。だから、いい例が本当にアーリーゴッドとかね。アーリーゴッドなのか、ゴッドなのかすら、ちょっと僕分かってないぐらいなんだけど、それもさ、アーリーって何みたいな。英語でどうやって書くのみたいな。朝早い神様みたいな。なんかさ、分かんないじゃん。だから、そういうのが、そういう悩みがもうないじゃん。こうやって書いてくれたら。登録品種で作ったオグラエンさんがこうやって書いてくれてるんだから、もう信頼できるじゃん。で、なので、すごい助かるなって思って。で、さらに言うとね、これ、ユキって、幸せって書くらしいよ。幸せと書きますとはここには書いてないけど、確かそう。ゴムの木の花言葉、永久の幸せとは書いてあるけどね。ユキがこのサーチって書くのかっていうのはちょっと書いてないかな。でね、僕のインスタの方にもね、海外の方からコメントがあって、フランスゴムユキのね、投稿をインスタでしたんですよ。でそしたらそこにね、これ買えますかっていうね、コメントいただいてるんですよ。やっぱね、だから、海外の人でもね、これいいなって思う、そういう感性をお持ちなんですよ。ていうかね、誰が見てもいいですよね。そう、僕、フランスゴムの普通の斑入りっていうか、白と緑の、モザイク状の斑入りも僕好きなんですけどね。あれとまた全然別物として、こっちも好きですね。こうやって見てるとさ、なんかそうそう、フランスゴムって、なんか僕はそんなに思ったことないんですけど、フランスゴムとベンジャミンかな、フランスゴムとガジュマルかの見分け方がなんかわからないとか、そういう話もあったりするんですよね。ガジュマルとベンジャミンの見分け方は本当に僕もね、
見分け方っていうか、ガジュマルって言われているものはベンジャミンじゃないとか、なんかそういったものは結構あるんで、結構悩まされたりするんですよね。なのでその辺の動画も今後でやっていこうかな。フランスゴムとそのガジュマルの見分け方とかも需要ありそうだから今後ちょっとやっていこうかな。なんかこうやって見てると、これ今葉っぱ見てると、これ確かにこれガジュマルに見えるかもっていう葉っぱあるね。なんか若い時なのかな、細長い葉っぱ、ちょっとガジュマルっぽい分厚さとかもね。でもやっぱフランスゴムらしいこの丸くなっていく感じもあるけどね。逆に言うとちょっと、そうね、ザ・フランスゴムっていう葉っぱの方がちょっと少ない感じしてきたな。それはちょっとおいおいまたやっていきましょう。でね、ちょっとクローズアップした映像があるんで、それちょっと入れていきましょう。どうぞ。はい、これがうちの雪です。見てください、これ。この、ね、すごいでしょ。これ作り物みたいな。風入り方もそうですけど、葉っぱ自体がなんかほんと作り物みたい。フランスゴムっていうけど、アルテシマみたいな感じですね。こういう感じ。これね、オブラインさんかな。これ説明もついてますけど、はい。こんな感じです。そうなんですよ。確かにフランスゴムだって感じですよね。フランスゴムのフィリってあるんですけど、他にも。それもそれでめちゃくちゃかっこいいんですけど、全然ね、もう違いますよね、負の入り方が。そっか、それはそれでやりたいな。フランスゴムのルビキノーサ・バリエガータかなって言われてるね、一般的なフランスゴムのフィリ。そうなんですよ、僕大好きなんですけど、それと比較したいですね。そんなのもやりたいですね、また。はい、こんな感じでした。はい、どうでしょう。こんな感じ。いいですよね。ちょっとね、なんか他にも喋ろうと思ってたことあった気がするんだけど、ちょっと忘れちゃいましたね。なんせ台本なしでいつも喋ってるんでね、もう好き勝手に思いついたことをただ喋ってるだけなんですよ。たまにだから言い間違いもあるかもしれないし、適当に喋ってるっていうかね、なんかね、僕ね、台本あると、なんていうか、つまんなくなっちゃうかなって思って、あえて台本なしで喋ってるんですよね。なんていうの、調子いい時めちゃくちゃペラペラ喋れるんで、ね、ただね、そういう時ばっかじゃないんですよ。なんかね、今日はちょっと、実はね、2回目なんですよ。これさっきね、なんか、全然ね、喋れないでね、なんか、どうも、フランスゴムの、雪です。フランスゴムのフイリです。とかなんかこんな感じで、もうちょっと頭が働いてないと全然喋れないんですよね。僕ね、いつもこれ寝起きなんですよ。朝、すごい早朝に撮ってるんで、なんかね、エンジンかかるの遅いんですよね。だから1本目なんか言葉が全然出てこなくてね、撮ったんだけど、もうボツにしましたよ。台本作れって話なんだけどね、台本作って喋る方が多分簡単だと僕は思うんですよ。ただなんか、やっぱそうするとさ、なんかこう、あれ言った、これ言ってないとか、もうなんかこの順番の方がいいかなとかいろいろ考えたりとかして、なんかこう予定調和な動画になっちゃうかなと思って。なので台本なしでベラベラ喋るというね、そっちの方がなんかパワーがあるかなと思って。台本作るのめんどくさいからなんですけど。そんな感じで、今日はピカス、ルビキノーサ雪、フランスゴム雪ですね、の紹介動画でした。はい。また次回をお楽しみください。じゃあ。